皆さんこんにちは。赤松くんアシスタント、漫画家のデコポンマギと申します。この講座ではゼロから短編物語を立ち上げ、最終的にアニメーションと漫画という2つの形式で完成させるまでを実践していきます。私は1994年、漫画家の赤松健先生の下でアシスタントに入り、以来、赤松先生が参議院議員に当選する直前まで長くチーフアシスタントを務めてきました。赤松健先生の代表作はラブヒナ、魔法先生ねぎまといったあたりになるかと思います。1話完結のギャグ会などではネームも書かせていただくようになりました。長期の物語プロットの検討会議にも出たりしていましたので、漫画家アシスタントとしては珍しく漫画制作の全ての過程に携わらせていただいたと言っても過言ではないかと思います。改めて講座の内容を説明します。本講座では何もないゼロの地点から短編物語を発想し、シナリオ、絵コンテ、キャラデザ、世界観設定を経て、最終的にアニメーションと漫画という2つの形式の作品として完成させるまでを実演します。この講座を選んでくださった方は、きっと何らかのオリジナル作品を自分の手で作ってみたいと思っている方だと思います。この講座が皆さんにとっていつかオリジナル作品を作りたいから自分の作品を実際に作れるへ進むきっかけになってくれたら嬉しいです。ここからは実際に物語を作っていくパートに入っていきます。まずは短い短編物語を1本作ることにします。今回の講座ではアニメーションにすると3分から5分くらい、漫画なら20ページから30ページぐらいの話を作るつもりで進めていきます。そのために使うのが最終物語記入シートです。書かなきゃいけないのは5個だけ。主人公がいて、舞台があって、その主人公に欠落があり、それを埋めるために障害を乗り越え、最後に変化する。この形に当てはめると最低限の物語の骨組みがかなり簡単に作れるようになります。ここで大事なのは物語にとって大事な欠落、障害、変化。この3つということです。では、その3つを説明していきます。まずは1つ目。主人公には欠落があり、それが埋まる。欠落というのは主人公の渇望、動機、葛藤の源泉みたいなものですね。これが物語の核です。これがないと何も始まらない。家に帰りたいでもいい。安心できる居場所が欲しいでもいい。とにかくこの主人公には今足りないものがある。埋めたいものがあるということが大事です。では次は、障害を乗り越える。これは外的なアクション、試練ですね。欠落があってもそれが何の苦労もなくすぐ埋まってしまったら物語にはならない。だからそれを妨害する何かが必要になるんです。モンスターでもいいですし、距離とかでもいい。人間関係でもいい。とにかく主人公の前に立ちはだかる、そういうものが必要です。この外側にある障害というのがないと、心の中だけの話になっちゃうんですね。哲学的で動きのない雰囲気だけの作品になりやすい。この失敗をする物語初心者は多いです。ひとまずは動きのある物語を作ろうとするならば、障害は必須です。3つ目。主人公は変化する。試練を乗り越えて葛藤を解決した主人公に始まりと終わりで何らかの変化がある。これをちゃんと明示することが大事です。ここがないと読んだ人、見た人が、で、何だったの？だから何？となりやすいんですね。大きな変化じゃなくていいんです。少し勇気が出た。誰かを信じられるようになった。今までは逃げていたけれども、一歩前に出られるようになった。そのくらいでいい。その変化があると、ちゃんと物語を見たという満足感が出ます。短編なら、明確に主人公が自分の意思で変化したと思えるようなシーンがあるといいですね。欠落がある。障害がある。その結果主人公が変化する。この3つがあれば物語は大体成立します。今回例題として扱う2つの物語は、1つは温泉郷へようこそと、もう1つは砂漠ドライブ。これ左が温泉郷へようこそで、右は砂漠ドライブです。先ほどの2つの例題をこのシートに当てはめるとどうなるか。まず1つは妖怪温泉郷へようこそです。主人公はパジャマの女の子。舞台は妖怪温泉郷で、現実ではクリスマス。そして欠落は居場所、安全。両親のネグレクトでクリスマスの日に家を飛び出しています。つまりこの子は安心して帰れる場所、安全な居場所を書いているわけです。で、障害は謎の妖怪。これは外から襲ってくる存在であると同時にトラウマの具現化みたいな意味合いも持たせられるかもしれません。そしてその変化は自分の力で生きる。最初はただ迷い込んで怯えていた子が最後には自分の足で進んで自分の力で生きていくんだという風に少し変わる。これで物語の芯ができます。2つ目、砂漠ドライブです。主人公は女の子が2人。トレジャーハンター。舞台は砂漠。欠落は水がない。障害はサンドワーム。これは非常に短編向きですね。見た目でわかる。逃げなきゃいけない理由がわかる。そして最後の変化は、お宝より命だねとなる。かなり軽いです。軽いですが、テーマが軽いと作品がカラッと軽快になります。変化が何もないと、でってなっちゃいますが、軽くても何かがあれば OK なわけです。あ、そういう話ね、となる。重厚だったり、壮大である必要は必ずしもない。軽さには軽さの良さがあります。この2つ、どちらもアクション要素の強い逃走劇になっています。逃走劇というのは短編としてかなり成立しやすいんですね。何かから逃げている。ドキドキハラハラする。逃げ切った。よかった。
終わり。これだけでもちゃんと短編になるというわけですね。逃走劇じゃなくても全然いいです。強大な敵を倒すでもいいし、城に囚われたお姫様を助けに行くでもいい。このシートの欄さえ埋まっていれば、ジャンルは本当に何でもいいわけです。皆さんもまずは自分の書きたい物語をこのシートに書き込んでみてください。と言ってもここですぐに思いつく人ばかりではないと思います。では次はどうやって物語を思いつくか、その方法を解説していきます。さっきの最小物語シートでこの5個を書けばとりあえず物語の骨組みは作れるという話をしました。でも問題はその5つが思いつかないんですよということですね。私の考えでは物語の種というのはあなたの好きとフェチと欲望です。まず主人公とか舞台の方は割と好きとかフェチでいいんですね。どういう場所が好きか、どういうキャラクターが好きか、そういうものがまずは舞台や主人公になります。あのアニメのあのキャラが好きだったとかそういうのでいいです。いつか行ってみたいプラハの街とかでもいいですね。でも物語となるとそれだけでは少し弱い。物語の芯になるのは欲望だと思っています。そんな大げさなものじゃなくていいんです。見たいもの、救いたいもの、見返したいもの。物語のコアはそういう身も蓋もないものでいい。むしろそのくらい生々しい方が強いです。俺を追い出したあいつらを見返してやりたい。無敵の能力で全部ぶっ飛ばして無双したい。そういう率直な気持ちの方がむしろ物語の芯になります。クリエイター初心者ほどそういう情けないむき出しの欲望を見下しがちですよね。でも違うんです。高尚なものよりも赤裸々なものの方が世界を作ってきました。そう言われても自分の欲望なんかわからないという人もいるかもしれません。そういう人にはメモを取るところから始めるといいと思います。メモは欲望の観測装置です。メモのやり方は主に3つです。1つ目、刺さったことメモ。今日見たもので、おっと思ったものを1行で書く。何でもいいです。2つ目は、なぜ刺さったかメモ。かっこいいで終わらせずに、何が良かったのかを一段だけ言葉にする。危ない感じがした。2人の距離感が良かった。汚くてでも楽しそうだった。そういう風に少しだけ具体化します。メモ3番目。感情メモ。これは結構大事です。羨ましかった。悔しかった。腹が立った。そういう特に強い感情が物語の種になるんですね。怒りや悲しみもきっと物語につながります。日々の感情、自分が何にどう起こるか書き留めておく。1週間くらいメモを取って見返すと何度も出てくる言葉とかがあるはずです。それが欲望の核だと思います。私自身の話をします。今回の例題の一つ、妖怪温泉郷へようこそ。あれを私が書きたいと思ったのは、千と千尋の神隠しが大きいです。映画の最初の方で帰り道が川だか海だかになって、千尋が向こう岸の街を目撃するところがあるじゃないですか。そこで思ったのが、あそこが面白そうだと。あそこにはどんな世界が広がってるんだ。というふうに思ったわけですね。私の中にはまず、妖怪で溢れる賑やかな異界を舞台にしたいというフェチがあったというわけです。そこにさらに漫画家の西岸良平さんの鎌倉物語みたいな妖怪と人間が交わって暮らす街の感じとか、私自身がもともと好きな多層構造の街とか、坂のある街とか、そういうものが混ざってくる。基本的には千と千尋が大きな元ネタではあるんですけれど、もっと賑やかでもっと妖怪が溢れていて、熱海みたいな坂の街に温泉宿が密集している妖怪たちの街、そういうものを舞台にしたいと思ったわけです。一方で主人公の女の子の方はもう少し違います。これは私の中ではどちらかというと欲望に近いです。私は昔からネグレクトされて亡くなった子供の話がどうしても気になっていたんですね。私はそういう彼ら彼女らに物語の中だけでも救われて欲しかったというふうに思っていたなと思います。これが欲望です。だからこの話はネグレクトされた女の子がベランダからクリスマスの夜の街に迷い出て、妖怪の街に迷い込み、黒い妖怪に追われるけれど逃げおおせて自分の居場所を見つけるという話になったわけです。私の場合はやはりこのようにパッチワーク的に物語を作っていくことが多いです。何もないところから完全にオリジナルな物語を立ち上げようとするのは初心者にはかなり無謀です。既存作品の良かったところを借りる。そこをもっと見たかったなと思った部分を自分で再利用する。なんでそんなすぐ殺しちゃうのとかいうのが一番自分の物語のためになります。全然活躍せずに死んじゃったキャラクターとかを自分風のキャラクターに翻案して自分の物語の中で大活躍させてあげるってわけです。今までの経験上そんな感じで作ったキャラクターがやっぱり一番生き生き活躍してた気がします。妖怪温泉郷はそんな感じなんですけども、一方の砂漠ドライブの方はもっと気楽でした。砂漠、2人、トラック、サンドワームと言われるともう大筋はほとんど決まってしまう。あとはサンドワームから逃げ切るだけですから。逃げ切れたらめでたし、それで終わり。
何事についてもそうですが、制約があると人はむしろ自由になれるんです。今回の場合はもう物語があるので細部の演出に集中できる。この話では砂漠なんだから最後にたどり着くのはオアシスだろう。ということは最初は水がなくて死にかけているはずだ。じゃあ欠落は水だな。という風にかなりスッと決まりました。冒頭では2人とも水がなくて死にそうになってる。でもこのお宝を使えば水出せるかもしれない。使おうよ。いや使わない。ただ働きになっちゃうよ。という主人公2人口論を今回追加しました。この口論を追加するとですね、物語の冒頭で命の危機に瀕していても手に入れたお宝を優先する栄光という前提が成り立つわけです。それがクライマックスではやはり魔導弾を使う決意をしてサンドアームを倒してオアシスにたどり着いて、やっぱり命あってだねという風に笑うと、他愛ない変化ではあります。でも変化がないと見ている人はだから何となりやすい。そこに小さくても変化が入ると、あ、そういう話だったのかと納得してもらいやすくなる。この場合この他愛なさがむしろ軽快さにつながっていて悪くないかなと思っています。ここで言いたいことをまとめると、好きとフェチで主人公と舞台を決める。欲望で物語の核を決める。まずはここを見つけてください。すぐに5個全部埋まらなくても大丈夫です。難しかったらまずは主人公、舞台、欠落、この3つだけでもいい。誰の話なのか、どこで起こる話なのか、その人には何が足りないのか、ここまで見えればかなり前に進めます。なぜ欠落だけは最初に欲しいかというと、欠落というのは物語を動かすからですね。砂漠ドライブの欠落は水ですが、水がないとなるとどうにかしないといけない。オアシスを目指そうっていう風になる。で、途中にサンドワームが立ちはだかるとなるわけです。変化の方はさっきみたいに最後の後付けでも全然いいです。まずはその3つだけでも書き込んでみてください。これを埋めることができれば、あなたはもう物語をゼロから創作できるクリエイターへの第一歩を踏み出したことになります。